アートは祈りだと思います。っていうかもうそれしかないですね、私にとっては。アートイコール祈りで以上ぐらいのものですね。でもそれって多分私アートを始めた瞬間から実は超気がついてたんですよ。アートなんだろうな、現代アートを初めて見た時にめっちゃびっくりしたのは、あ、こんな祈り方が存在したのかみたいな、人類をこんな風に祈れるんだって思ったのが17歳ぐらいの時なんですね。だからその時にはもう気がついてて、でそっから私はもうアーティストになるしかないって思ったんですけど、でもまあなんか10年ぐらいやってると多分いろんな寄り道をしたような気もするんですよね。なんかノイズが入ってくる。ノイズ入ってくるよね絶対ね。なんかアートってなんだっけみたいないろんな肉付けがされたんですけど、多分全部いらなかったというか、もうあの時に気がついてたものが全部じゃんって思ったのが最近の出来事ですね。でもなんで祈りなんだろう。なんで祈りなんだろうね。でも多分それってなんかすごい社会ってどんどんめっちゃ複雑になってくるじゃないですか。人の意思とか思想とかもすごいどんどん複雑になっていって、そうすると世の中に増えるのは祈りっていうよりもなんて言うんだろうな、呪いみたいなものな気がするんですよね。でじゃあそんな社会の中で誰が命を懸けて祈るんだろうみたいな。だから私たちはこのいろんな世界に増えまくった呪いというものを一旦引き受けて、それを祈りに変換したいっていうことなんですよね。だからキュンジョメがやっていることって呪いから始まって祈りで終わるみたいな、両方入ってるんじゃないかなと私は思っていますね。なんか熱くて頭が回らなくなってきたんだけど、はいでもなんだろう、多分一番重要なのっていうのは、我々何がやってるのかっていうのは最近よく考えるんですけど、多分呪いを祈りに書き換える作業だと思うんですね。ただ単純に祈るっていうだけではなくて、多分本当にそれは何でなんだろうね。多分さ、なんか手を合わせて祈るだけだと足りないような気がしてきた。っていうか多分アートって本質的にはいろんな新しいものを生み出したりとか更新していく作業じゃないですか。でそれって祈りにも絶対必要なんですよ。もはや手を合わせて何かをこう願うことでそれが成立するっていうことが成り立ちづらくなっているからこそ、私たちはなんか走ったりひっちゃかめっちゃかなことをやりながら祈りっていうものをもう更新していかなきゃいけないんじゃないかなって思うかな。多分なんか世界で一番最初の祈りって何だ、世界で一番最初のアートって何だったんだろうなって考えた時に、おそらく人類の祖先が花を添えた瞬間なんじゃないかなと。それは死者だったのかもしれないし何なのか分からないけども、多分それは祈りだったはずで、その瞬間にアートが生まれたんじゃないかなと思うんですよね。だからアートっていうのはそもそも一番最初が祈りだったんじゃないかなっていう、その姿は多分今も変わってないはずで、ただあまりにも情報が多くなってしまって、例えば特に現代アートなんていうのは現代とアートって言葉がついてしまっているがゆえにより複雑になってしまっていて、で現代も複雑になっているからさらに複雑になってきてしまっているけれども、本質的にアートっていうのは祈りであって、例えば現代アートっていうのはじゃあ何なのかっていうと現代の祈りだと思うんですよね。それを追求し続けるのが多分我々の使命であってアーティストの使命なんじゃないかなっていうふうに僕らは思ってますね。なので祈りを更新し続けることが私たちにとってのアートです。